はい、YouTube ご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。はじめまして、またはじめまして、相談の方もよろしくお願いいたします。本日行くところはですね、日蓮岩屋というところにね、行っていきたいと思います。こちらはですね、洞窟のようになっている岩穴で、ここには石が積み上げられてる、石積みがね、たくさんあります。賽の河原とも呼ばれてまして、この石はですね、真夜中に一人でに積まれているっていう噂があるんですよ。で、誤って崩してしまうと呪われるとね、言われております。で、この賽の河原の近くには、よくわからないね、謎の井戸があるそうなんですよ。で、近くには民家とかもないんで、ここでこう水を汲み上げる必要が何であるのかなっていうんで、行く人はみんな疑問に思うそうですね。で、この奥には、安産祈願や水子供養のための祠、赤いマントを羽織ったお地蔵さん、そして供養のために置かれた無数の人形がね、置かれているそうなんですよ。で、特にね、人形の供養っていうのは、その持ち主の何かしらのその強い思いっていうのが残っているので、霊感が強い方が行くと、重苦しいとか、気分が悪くなったりとかするみたいです。洞窟内だから余計だと思うんですよね。うん。で、こちらの心霊スポットはね、もう新潟市民からしたらもうみんな知ってるっていうぐらい本当に夢がありますね。この奥にある祠は、観音像があるけど、祀られてるのは実は大蛇って話です。なんかどうやらね、一説によるとこの岩を崩すと帰ってこれなくなるとか、違う人のこともやっぱ同じこと言ってます。はい。ってことでちょっとね、いろいろ調べるとだいぶ、そのお寺のね、歴史もだいぶ関わってるところで。で、今回は昼間夜の撮影を兼ねて行ってきたいと思います。イエイ。ドーマンセーマンドーマンセーマンすぐに呼びましょう名字レッツゴー。じゃあ早速ね、夜の方やってまいりました。竹やぶに囲まれてね、だいぶ雰囲気はね、あります。誰かいない？めっちゃパキパキ音がしてる。ちょっと暗くてわかんないんで、もうちょっと明るいライト使ってみましょうか。こちらが日蓮岩屋ですね。うわ、めっちゃでっかいわ。で、こちらはですね、戦時中の時は防空壕としてその機能を足してたみたいですね。で、こちらにちょっと明るいすぎるか、この岩穴でのね、起きた歴史について書いてありますね。日蓮っていうお坊さんが、佐渡島、新潟なんで上の方に島があるんですけど、そこで罪を犯して、流されるんですよ。その前に、なんかその七面大蛇っていう、ここに大きい蛇がね、いたそうなんですよね。で、それを、強化されたということで、ここにいたその大蛇は、誓願を立てて、七面大明神として、祀られたらしいです。そして、今石がたくさん積まれてるんですけど、この石が夜になると勝手に積まれるっていうそういう噂があります。そして賽の河原というふうにね言われてるんですよ。ちなみに賽の河原って皆さんご存知ですかね。親より先に死んでしまった、幼いお子さんが三途の川の近くで石を積むっていうそういう作業をするんですね。で、石をぐずさず積み切ればあの世に行けるんですけど、
積み終わろうとするとそこで鬼が現れて崩してしまうと。でそれをずっと繰り返すものだから、そのお子さんはずっとそこの河原に石を積み続けなければならないと。でみんな泣きながらね、ずっと積み続けてるっていう。三途の川をなんか渡ろうとした人がいて、その人はこの世に戻ってきたんだけど、その時にその光景をね見たっていう人がいたそうです。どうするんだよ。こうして石が積み上げられたものがたくさんで並んでおります。奥の方とかすごいな。ぎっしり奥の方まで積まれてます。でこちらがね、その日蓮さんというお坊さんですね。すいません、ちょっとライト当てさせてもらってます。失礼します。奥の方か。あ、これはありますね。大勢の顔が写った心霊写真が撮れるとまで言われております。でそれが奥に行けば行くほど撮れるって言われてるんですよ。いやでもすでにもう顔認証がねすごいんですよ。あの心の周り、すごい空気感が変わった。びっしり並んでるね。赤ちゃんの形にも見えるのがあるね。これとかもさ、遠くから見るとさ、赤ちゃんに見えたんだよ今。でこんな場所なので、どうやら近くにはその水黒洋のためのお地蔵様が建てられてるってことです。あ、こちらはそうですね。すいません、まだライト当てさせてもらってます。七面大明神。お、何なのと。お、すいません、すぐ帰りますので、ちょっとだけすいません、いさせてください。何でも今のとゴンって音。サイの河原を、もう歴史をサイの河原の由来を知っちゃってるんで、なんかまるで鬼がやってきて一個一個潰してるような音に聞こえちゃうな。ちなみにこちらの時期によってこの積み上げられた石というのが数が変わってくるそうなんですよ。それは何でかっていうと、夏になると供養祭が行われて、その時に一斉に崩すともね言われてます。ちょっと洞窟の反響なんでしょうけど、すごく耳鳴りがすごいんで、ちょっと一旦ここから離れたいと思います。足元ちょっと動かしていただきます。
今どっかで泣いてましたよね。何本当誰もいないはずなんですけどね。何今の本当誰かが泣いてるみたいな声でしたよね。ここ怖すぎるでしょ。ドキドキしたけどさ。本当だ、今わらちゃん喋ったな。同じように感じてるのかな。うわっ、今このレーダー反応したよ。これ電気はないはずなんですけど。また昼間来て、さっきの声とか音は何なのかをちょっと確認していきたいと思います。はい、ってことで、ちょっと一旦今日はここまでにして、ちょっとまたね、昼間の方行きたいと思います。すいません、失礼しました。お邪魔しました。これ確かさ、入り口にさ、ここの
象徴する人形があったんですよ。完全にこれがそれですね。ひどいな。このパーツはまさにそれですね。うわー、これはお子さんを持ったお地蔵さんなんてこと。左手にお子さんがいて、これは地蔵様が倒れてる。これは起こしてあげましょうか。もともとこれどこにいたんだろうな。こうだった。ああ、でもこれ多分起こしてもた。こうだよね、きっと。多分それはここに、多分ここにいたはずです、これ。お地蔵さんもそうだね。ここにいたんじゃないかな。違うか。ちょっと一旦これは下に起こしていただきます。なんかでもあれだね。この仏様をさ、引き寄せられるのか。多くのかまど馬が、なんか守るかのようについてますよね。この顔でもどこ行っちゃったんだろう。探してあげたいな。これも顔がない。顔はあれだ、これだ、こちらな。顔いました。入ったな。助けてあげたいけど全然パーツが揃わないよ。
はい、YouTube から皆様、こんにちは、こんばんは。はじめまして、またはじめまして、そうでない方もよろしくお願いいたします。ちょっと今、山奥の近くの、パーキングで休憩してます。本日行くところはですね、鉱山跡という場所にね、行ってきたいと思います。で、こちらはですね、心霊的な噂は実はそんなにね、有名な感じじゃないんですけど、今回はリスナー様からのね、ご紹介でね、行くことにしました。以前、なんか両親に連れられて、その遺構を見に行ったらしいんですよね。現在でもその当時の鉱山の遺構が見られるそうなんですけど。で、いざそこに行ってみると、なんか白装束の格好した人たちが何かの儀式をするような形でいて、紹介者さんの姿を見るなり、なんか走ってきたそうなんですよね。で、迫られたもんだから、どうやら逃げてしまったらしいんですよ。あれは何だったんだろうっていうことで、よかったら見に行ってくださいっていう、まあ単純な依頼なんですけど、それちょっとね、行ってみることにしました。まあ結構ね、歴史は古くて、その鉱山として活動した時に、何名かの方が、まあ作業中に命を落としてるっていう話なのと、大変厳しい労働環境だったみたいで、それで命を落としたって方もね、何名かいるそうなんですよね。はい。で、結構鉱山跡っていうのは、かつては1000人単位の人たちがね、やっぱ携わってるわけですよ。仕事なり生活に。その人たちのやっぱ当時の念や思いというのがすごく入ってて、いきなり突然スパーッと皆さん捨てる形で立ち去ってしまったもんだから、そのね、念が今でも残ってるところは残ってて、それが人の姿として現れてくるともね、言われております。まあ、あとはちょっと行ってみないとわからないんで、ちょっとこれから調査していきたいと思います。では行ってきます。イエイ。ドーマンセーマンドーマンセーマン、すぐに呼びましょう陰陽師、レッツゴー。熊8昼出ます。3拍子来ちゃいましたね。幽霊よりこっちの方が怖いよね。ではこの先をねちょっと進んでいきたいと思います。こんにちは。すいません。YouTube の撮影で今来てる。すいません。マジでラピュタ。あ、すごいな。なんか記事で見たけど、これは事務所らしいんですよ。はい、じゃあこれ失礼します。あ、でももうね、中に入るっていうか、何もないですからね、もう青空かってるし。
ということで、こっちの方行ってみましょうか。横にもすごいコース行きます。どうやらこの先にもまだ鉱山跡あるみたいなので、ここを歩いていきたいと思います。結構ね、川の方で登ってたんですけど、特に何もなかったんで、戻ってきます。めっちゃ気配するんだよね。しかもゆっくり疑似こそ。でも上にどなたかいらっしゃいますか？上にどなたかいらっしゃいますか？マジあっちこっちなんだ。どなたかいらっしゃいますか？悪液体酸病原ウイルスかかる前に手洗いうがい予防しましょう陰陽師レッツゴー Yeah 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 自粛なお外出未練残せしは意気消沈と